僕は今岩手県花巻市に来ています。ここはね、宮沢賢治と温泉の街、その2つが特に有名な地らしくて、特にね、先ほど駅ちらっと行ったんですけど、中はね、宮沢賢治の世界観がたくさん詰まっていました。ということで今回はこの岩手県花巻市をどんどん旅していきたいと思います。はい、ということであちらが花巻駅、そしてここが広場でした。でこちらには安らぎの像と言われる太平洋戦争の終焉を記念して作られた像らしいです。でこの花巻駅周辺は太平洋戦争で一度焼けてなくなってしまったんで、復興とか記念を兼ねて作られたそうです。動画展はこれだけでした。猫だった。これ猫でした。かわいいね。これも猫かなここ実はね2階がカフェなんですけど、1階がねお土産屋さんなんですよ。ここね宮沢賢治にまつわるお土産もグッズもその作品に関することもたくさん載ってるのでね、外見はねこうカフェだけにしか見えないんですけど、実は1階にね超マニアックなグッズとかお土産がいっぱいありました。こう歩くだけでも宮沢賢治ばっかり。これとかはもしかしたら宮沢賢治なんじゃないかなって思っちゃうぐらい。あれも宮沢賢治のシルエットですけど、このさ標識もそうなんじゃないかな。こちらにはフクロウさんがいたりってね、信号を待ってるだけでもね楽しいですね。見るとこいっぱいあって、ここが子供の広場パリパリパーク。ああ景色が綺麗です。うわすげえ。そうか、こちらは柏林の夜という動画に出てきた切り株だそうです。ということはあちらの人面の木も動画に出てきたやつなんですね。なんかやっぱ一つのテーマパークみたいな街ですね。見えてきました。あちらがマルカンという地元の方にとっても安くてたくさんご飯が食べれる大食堂があるそうなんで覗いていきたいと思います。マルカンビル大食堂、これね11時から2時半までお昼の時間帯しかやってないんだって。見るだけなの？僕が注文したのは親子そば580円です。ここの名物はナポリカツっていうのなんですけど、ちょっと高いのでね、今回は親子そばです。完食しました。ここねメニューが相当多いんですよ。昔ながらのメニュー、ナポリカツとか焼肉ラーメンとか、この長いソフトクリームも皆さん箸で食べてるんですよそういうのとかね、なかなか今のレストランとかでは見ないような光景が見られるこう大食堂でしたね。ということで僕は今賢治と幸太郎の里というね道の駅に車中泊機能を軽くしています。ここは休憩室ではあるんですけど、で今は花巻市民芸術祭というのが行われているそうです。市長さん来ました。この絵を描かれたのですか？ちょっとだけお貸してもらおうかな。レーズンバターもらおう。博物館？美術館？はい。そういう関係は？こちらが宮沢賢治ですね。ここにはでかい肖像画がありました。栃木から来たということで、なんか優遇めちゃくちゃされて、挙句の果てに市長さんがちょうど来たんで紹介されましたでその結果市長さんにもねいろいろこの周辺どこがいいですかっていうのを聞けて、今ね今日ちょうど博物館で展示かなんかが始まったそことか、あとは地元の方曰くやっぱり宮沢賢治の記念館が特におすすめということでね、この後ちょっとそこに向かいたいと思います。この文化ホールの目の前にある公園は金泥公園といって、花巻農学校跡地なんですよ。宮沢賢治が4年間学校を務めていたところが今では跡地になっているそうです。
なのでね、宮沢賢治にまつわるこう石碑だったりがたくさんありましたね。ドッドド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 ド、宮沢賢治が着ていたと思われる洋服の像があります。これ宮沢賢治と全く関係なかったチョイ・クンファっていう韓国人のなんかですね、休憩する人だそうです。あ、こうやってそうなのか。でここは何かというと宮沢賢治の墓所ですね。お墓でございます。すぐ近くにありました。作品に出てくるフクロウ様がお出迎えしてくれました。あ、神社か、なるほど。この絵馬もね、宮沢賢治が描かれてる。やっぱりね、絵馬はね、どの土地もそうですけど、その地方のらしさを表してますね。一休さんわからないこれ。宮沢賢治さんのお墓ですね。ここをぐるっとでね、この後ろ側に宮沢賢治のお墓があるそうなんで、ちょっとね行ってきます。これですね、宮沢大体のお墓。じゃじゃーん。大して変わらないけどね、でもやっぱ立派ですね。先ほどのことかと思ったらこっちでした。これが正真正銘宮沢賢治のお墓です。宮沢賢治さんは残念ながら37歳という若さで亡くなってしまいました。ここには3種の袋も飾られてます。びっくりしたびっくりした。このお墓の前にカマキリがいるの。一応宮沢賢治は昆虫採集とか、あと石を集めるのがね好きだったそうなんで、もしかしたらお供え物かもしれません。ここは稲荷神社です。竜がいるんですね。ここ目がおー、立派じゃこりゃ。今が旬の柿とトメトかな、柔らかいお供えしてありますね。でこの後ろに何やらあるらしいのですが、こんにちは。お、狐様がたくさんいらっしゃる。でこちらには何やらもう一つありそうです。失礼しますよ。硬いから開かない。こちらには七福神などがいました。このイタチベ稲荷神社の神主の長男がこの宮沢賢治の親友だったそうですよ。で今ねちょっとなんか展示会をやってるので月の友ですって。ここが賢治さんと歩く新章ロードです。あんまり顔を濁すのはいつでも先生言うでないか。童話風の又三郎の舞台でございますね。でこっちには可愛らしい幼稚園。はい、宮沢賢治ロードを渡って豊沢川の橋へ来ました。これまたビッグですね。ここが宮沢賢治が生まれた実家だそうです。入れるのかな。ここがねもう人の家の中って感じですけど、でもね見ていいということで、こちらがウブの井戸と言って。開けてみます。あ、いいんですか。すげえ。うわ、すごいありがとうございます。これって今は使われるんですか。いや、今は使ってないです。私たち入ったところは使ってましたよ。あ、そうなんですか。ここが実家ですよね、宮沢賢治さんの。もうお母さんが実家。あ、お母さんの実家。そうそうそう。お母さんが自分の実家に戻って赤ちゃん産んで。おお。これ何に使われてたんですか。昔は米ですね。ああ。粉とか砂糖とかの卸もやってるので。墨塗った。黒くなってて。本当だ。先ほどのところは宮沢賢治さんの実家じゃなくて、そのお母さんの実家だそうです。でも生まれたのはここなんで、まあ生誕の地ではあります。でここは花巻警察庁が元あった場所で、この、ね、作品の童話「毒もみ好きな町長さん」にも出てきた場所らしく、毒を使って魚を取ることを取り締まる町長さんが実は犯人だったという物語だそうです。今駅に向かっている最中なんですけど、その脇にねこんな面白そうな公園があったんです。はい、ということで着きました。上町っていうんですかね、メインストリートです。ここまっすぐ行けば駅に到着します。あそこにありました宮沢賢治広場。してしまいました。かねた生きろことに好きに生きていた時はミーミーミーと鳴き
こういう作品なんだ。絵本もたくさん作ってんだね。ここですね。すっごいいいところ。もうね、宮沢賢治さんについてね、めちゃくちゃあるの。絵本もそうだし。で、僕ね、銀河鉄道の夜しか知らなかったんですけど、なんかこの賢治さんはものすごい数の作品作ってて、絵本もそうだし、俳句とか詩とかもこうコアなファンとかめちゃくちゃね、ここに来てね。で、この周辺のマップをもらいました。これね、宮沢賢治が好きすぎてここに移住してきた方が作ったやつらそうです。で、これね、道の駅でもなかったしね、今ではね、そんな多くは発行されてないそうなんで、すごい貴重なものをいただいたので、これもちょっと読みながらね、いろいろ散策していこうと思います。ありました、宮沢賢治の生家。今ではね、住んでいる人まだいるので、中には入れない観光地なんですけども、ここが宮沢賢治の実家でございます。で、実はこれね、第二次世界大戦で1回焼けてなくなったそうなんですよね。で、そこから建て直したので、実際に住んでいた場所ではあるんだけど、建物は建て直されたそうです。この中とかはね、入れないですけど、この目の前まではこうね、見に来ることができるという。今5時なんですけど、めっちゃ大量に集まってくるの。こっちに1箇所カラスいて、あっちにもやばい、大量にいる。で、そしてさらにこっちにも、こっちにもやばい。これ飾りとかじゃない、生きたカラスみんなやばいやばすぎる。うわー、すんげえ想像以上。ちょっと浮き出てるようにも見えますもん。この地球未来都市から銀河鉄道がこう出発して出てくるシーンっていうことですね。昼間もちょっと見てみたいですけどね。うわー、これは感動。日没から午後10時までだそうです。そしてここにいたのか、獅子踊りのお人形さんたち。ここね、実はちょっとした橋になっていまして、で、向こうはライトアップされた壁画。なんと面白い通りなんだ、ここは。やっぱちょっと離れた方が見えやすいね。こちらがお百度撫で石と言われる赤い撫で石でございます。昔からこれを撫でてね、願掛けするというのが風習らしいです。 YouTube 登録者30万人いきますように。はい、ということで一旦この花巻駅周辺は終わりです。次のところに向かいたいと思います。あいにく雨も降ってきちゃいましたが、雨にも負けず風にも負けずということで進んでいこう。どんどん。やっぱここは夜来た方がいいみたいですね。はい、ここがイギリス海岸と言われる銀河鉄道の夜やイギリス海岸などの作品に大きく影響を与えたと言われている。なんか変わった石もありますけど、あちらにね、無料のお休みどころっていうのがあるんで、少し歩いていきます。すごく美しい綺麗な場所ですねちょっとお休みどころがね、ただの人の家って感じだったけど、セブンイレブンの前にもいるの、キャラクターが。ということで到着しました。ここが童話村です。ディズニーランドとかに入る気分ですが、ここは全部宮沢賢治が作り出した作品の世界ですね。こんなところがあったんですね。おー、広いで、童話村はこんな感じにね、いろんな見るところあるんですけど、ここの賢治の学校っていうところだけ有料でチケットが必要なんです。それ以外のこういうツリーハウスみたいなところとかいろいろはもう無料でね、見放題でございます。ステージ広場と。で、ここはね、宮沢賢治生誕100周年で作られたそうなんで、はい、またね、なんかその記念の日に来たらイベントとかやってそうです。何ここすんげえ綺麗。こ
ここが賢治学校ですが、ちょっと僕はね、いやここはねちょっといいです。その代わりこの近くに宮沢賢治記念館っていうところが地元の方にとってもねすごくおすすめらしいので、そこには行きたいなと思うんですけど。本当だ。おお、着いた。あ、そっか。一瞬しか見えなかった。そうか。うおー、こっちは宇宙の世界だ。星の世界ですね。カシオペア座。不思議やなこれ。こちらはなんか動物の香りがしますが、お、足跡がいっぱいある。宮沢賢治の動物をテーマに作った空間だそうです。あれまだあるこちらは何でしょう。ここ植物ですね。先ほどの小屋とか広場あったその外側がこうね、自然のこう散歩道みたいになってるんですよ。この森をね、回りたいところなんですけども、時間がね今4時ぐらいなんで、あと1時間ぐらいでここもそうなんですけど、近くの宮沢賢治記念館、そして博物館、そしてイートハーブ館っていうなんかいくつかいっぱいあるんですけど、そこもね当然閉まっちゃうので、どうせだったらちょっとねそこら辺を覗きながら行きたいので、ここはね全ては見れませんでしたが、次の場所すぐ近くにあるそうなんでね、そこで行ってみたいと思います。いやー、ここね1日いてもね足りるかなぐらいですね。僕来るの遅すぎたというか、この花巻市が見るとこ多すぎてもう3日必要な状態になりますね。ここ来る途中にこう花巻市は見るとこいっぱいあるよって地元の方にね聞いてたんですよ。でこんだけあるとはね思いませんでしたよ。ここが市長さんも言ってた花巻市立博物館ですね。この綺麗な建物、最後この森を散策していきましょう。森にどんどん入っていく感じですね、ルート的に。でね、いろんな植物のお花だったり草だったりのね、こういう説明がねいっぱいあるんですよ。だからね、ゆっくりこれを読んでね歩くとね楽しそうなんだけど。宮沢賢治はこういう石とか鉱石を集めるのが子供の頃から好きらしくて、石子健さんと呼ばれるほどだったらしいです。ということで以上、童話村でした。もう閉館30分前ですが、宮沢賢治記念館に着きました。ちょっと山の上にあったんでね、あと2分ぐらいでもう入れなくなるし。ということで宮沢賢治記念館行ってまいりましたよ言葉ってすごいなって思いましたよ。雨にも負けず風にも負けずのその詩、手帳にね軽くメモ程度みたいに書いてあるだけなんですよ。こう銀河鉄道の夜とかもボロボロの紙の後ろとか原稿用紙の後ろとかにも書いてたりとか、だけどそれがさ自分が死んでからもいろんな人に影響を与える作品になってるっていうのね。でその一つ、もう1000個あるうちの一つがこう銀河鉄道の夜のようにスポットライトが当たるんだけど、でもそれが生まれるその背景には1000もしくはそれ以上の作品が存在しているということでね、意外と知らなかったですけどね、これだけ宮沢賢治さんについてね知れる街っていうのはないと思うのでね、宮沢賢治さんの作品好きな方は当然知ってるのかもしれないですけど、こんな街があったということでね、はい、終わりたいと思います。そんな感じでありがとうございました。バイバイ。